こんにちは、リリです。今回はソウル旅第2弾、美味しい韓国料理と前回の動画に引き続きカフェ巡りの様子をお届けします。最後までどうぞご覧ください。3日目の朝は可愛いパン屋に行くためソンス駅へ向かいました。ソンス駅4番出口から歩いて10分ぐらいで着くそうです。メイン通りからは1本奥に入ったところにありますが、女性でも安心して歩けます。パン屋さんに到着しました。外観から可愛さがあふれていて、ヨーロッパみたいな外装です。それでは入ってみましょう。ベーグルなどの食事系のパンをはじめとしてフィナンシェなどのお菓子もありました。お店の中の小窓からは職人さんがパンを作っているところが見れました。現金は一切使用できずカード決済のみでした。次にお昼ご飯を食べるために特徴駅に向かいます。ソンス駅からは20分。途中チャムシル駅で乗り換えをします。ランチに選んだのはファンドミョノというお店です。とても人気店のようだったのでオープンの10時に合わせてお店に着くようにしました。注文したのはアサリのカルグクスポッサム。出汁がとても効いていて黄色いもちもちの麺がとても美味しかったです。次のカフェに向かう前にお腹もいっぱいだったのでバスに乗りソウルの森へ向かいます。都市の中に緑がたくさんあり、地元の人の憩いの場であったりランニングしている人もいました。そして次に訪れたカフェはソンスドンにあるクレモンティーヌです。1階はカフェとフラワーショップ、2階は韓国ファッションショップチェリーココのショールームになっていて、お茶もショッピングも楽しめる場所になっています。今回オーダーしたのは季節限定のスパークリングドリンク。暑い夏にぴったりです。ソンスドンには今回訪れたカフェ以外にもたくさん可愛いカフェがありました。日本の青山のような雰囲気でカフェ好きの方にはおすすめのエリアです。カフェ巡りをした後はショッピングをするために再びホンデへ向かいました。ホンデ駅を出てすぐ目の前にあったこちらのお店に入ってみました。パステルカラーの洋服が多く日本にないデザインが可愛かったです。ホンデには安くて可愛い洋服屋がいっぱいあるのでショッピングを楽しみたい方におすすめです。最終日の夜はトンデムンにあるクワンジャンシジャンに行きました。まだ夕方の時間帯でしたがすでにたくさんの人がいて活気がありました。食べ物以外にもチマチョゴリをモチーフとしたポーチなどその他お土産屋さんが立ち並んでいました。山盛りのトッポギやおでんなど見ているだけでお腹いっぱいになりそうな食べ物で溢れていました。帰国前最後のご飯はトンデムンにあるキムサムボで食べました。自家製キムチを使ったキムチチゲで豚肉、豆腐、ラーメンが入っていてとてもボリュームがありました。キムチ独特の酸っぱさが苦手な人も食べやすいマイルドな味わいでした。ここのお店の嬉しいポイントは1人分ずつ炊きたての釜飯を出してくれるところです。キムチチゲを食べ終えインチョン空港へバスへ向かいます。今回トンデムンに宿泊していたのでインチョンまで乗り換えのないバスを選びました。
インチョン空港からトンデムンへ向かう際はチケットの発券機がありましたが、トンデムンからインチョン空港へ向かう際は乗車時に IC カードで支払う形でした。バスからはナンデムンも見えました。バスのアナウンスは日本語もあり、安心して利用できます。海外で日本語が聞けるとほっとします。インチョン空港に到着しました。まずはチェックインカウンターを確認します。私はいつもフライトの2時間前くらいに空港に着くようにしています。インチョン空港は天井も高くとても綺麗です。インパクトのある広告や車も展示されていました。エチオピア航空のチェックインカウンターに着きました。保安検査に進みます。出国後すぐの場所で朝鮮時代の王朝を再現しているイベントがやっていました。記念写真を撮ることもできるようです。1日3回開催されているそうです。それでは搭乗口に向かいます。搭乗する飛行機がスポットに入ってきました。利用客は日本人よりも海外の方が多い印象です。いよいよ搭乗です。帰りも行き同様機材はボーイング787で、座席配列は333の配列でした。また窓側に座ります。スタッフの方が出発を見送ってくれました。韓国の楽しかった思い出の余韻に浸りつつ、間もなく離陸です。雲の上から眺める夕焼けが綺麗です。帰りの機内食は照り焼きチキン、サラダ、チョコレートのムースでした。まもなく到着です。到着時刻は20時頃なので、窓の外は暗くなっていました。成田空港に到着しました。隣にはアシアナ航空のボーイング747が駐機していました。やっぱり2階建ての飛行機は大きいです。
マリオたちも出迎えてくれています。今回の動画は以上になります。まだまだ旅は続きますのでお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムにも旅の写真を投稿しているので、ぜひフォローお願いします。